どうも皆さんこんにちは。ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーです。せーの、よろしくお願いします。今回の動画なんですけども、教習所に通ってて嬉しかったなという出来事5選についてお話ししたいと思います。でですね、新事実というか今まで言ってなかったんですけども、私とようちゃんマンは全く同じ教習所に通ってたんですけども、ハムさんの方はまた別の教習所に通ってまして、その理由が私たちが通ってた教習所が人気すぎて予約が取りづらいよっていう話を聞いたので、そういうことであれば予約が取りやすい早く免許が取れる方の教習所に行きますということで別の教習所に通ってたんですけども、結構厳しいというか厳しい、オブラートに言いますと厳しいみたいな感じで、有名なね教習所に通ってたわけですよ。嬉しいこととかは、その1日の教習内ではほぼなかったというか、なんかね悲しい思いをいっぱいしてたわけなんですよねハムさんが。でそんな悲しい中でも嬉しかったことがねちょこっとあるみたいなので、ハムさんの分と私の分とちょこちょこ交えながらお話しさせていただきたいと思います。はい、5選ということで順位はちょっと甲乙つけづらいので順位関係なくお話しさせていただきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目よかったこと1つ目は夏だったんですよ。夏だった。はい、夏ですごい暑い時期だったんですよね、教習所行ってた時が。はいはい。で屋外でやるんですけど、なんか掘ったて小屋みたいなところが控え室みたいな感じになってて、そこでこう準備しなさいよみたいな感じだったんですよ。でものすごい暑いわけですよ。でしょうね。本当にもうあれも着てますし、ね、バイクのプロテクターも自分で買ったやつを。そうなんです。そうなんです。僕はもう持ってて、時期も時期です、ね、そうですそうです。なんで進行着ていったんですけど、すごいそれが暑くてですね、クーラーもないんですよ。ないんですよ。屋外やからないんですよ。で屋外って言ってもでも掘ったて小屋からクーラーの1つや2つあってもいいかなと思うんですけど、なくてでっかい扇風機があるんですよそれ涼しかったなっていうのがありますね。最悪やん最悪やん。扇風機涼しかったなってそれはすごい良かったなと思いました。2つ目でございます。はい、すごい厳しいところで、本当に、外周走っといてみたいなまず言われるんですよ。走ってないやるじゃないですか。でも何回も言いますけどカンカンでやったんですよ。でもヘルメットかぶって大変じゃないですか。フラフラするじゃないですか。でふらついてきたなぐらいになったらこうちょっとやっぱ様子おかしいんですよね。例えばこうブレーキの感覚がおかしいとかになってきたらちょっと来てみたいな感じで言われて、何やろうと思ったら水分補給していいよって言われました。もうそれはすごいなんかありがたかったなっていうか、なんかちゃんと見てくれてるなって思いました。ほとんどの教官はそんな言ってくれないんですけど女の教官1人だけ言ってくれたっていうのは嬉しかったことですかね。はい、ようございました。それははい、ありがとうございます。3つ目は私のエピソードをお話しさせていただきたいと思います。チビはですね、前々の動画を見ていただいたら分かると思うんですけども、教習通ってる間ですね、本当に1日3回はこけない日はないみたいなぐらい毎日みたいにこけてたわけですよ。取り回しをしてはこけ、またがってはこけ、出発してはこけ、クランクでこけみたいな感じでね、もう本当に停車するたんびにこけるぐらいの勢いで中型の免許の時はこけてたんですね。こけることで有名なわけですよね、ものすごい。であの子はこけるっていうのは教習所内というかね、先生の間ではバッチリ中型の時点で広まってまして、でかつやる気だけはあったんでめっちゃ下手なんですけどやる気だけはあったので、こけて先生がね大丈夫怪我してないとか聞いてくれるわけですよね。すっごい優しい先生たちばっかりなので、どっか痛めてないって聞かれてもう大丈夫ですと、もう痛めてるとこあろうが血出ていようがなんだろうが、ズボンで隠れて見えないんですけどいけますと、痛いところどこもないですいけますって言って毎回毎時間乗ってたんですけど、で微妙なとこでこけたんですよ。クランク出てすぐの段差あるじゃないですか。段差芝生と道路みたいな感じがあって、
その芝生と道路にまたがる感じでこけたんですよね。ただ足をつくとこがないから、もうそのままバイクの倒れる勢いのまんま体がポンって放り出されて、芝生の上をゴロゴロゴロみたいな、まあしょっちゅうそんな感じでこけてたんですけど、で先生に「大丈夫?」って聞かれて「はい大丈夫です」って言ったら「せやんね受け身上手やもんね」って受け身を褒められたことがすごい嬉しかったですいいか悪いかって言ったらちょっと微妙なんですけど、まあね、本人的には嬉しかったですね。なるほどね。こけるのが上手、受け身取るのが上手っていうことは、もし仮に普通の行動でこけてしまった時も、まあ、受け身が取れるっていうことです。回数重ねるごとに確かに足の怪我が減ってったんですよね。なるほどね。前はダメなの分かってるのに足で支えて、こうバイクが自分のすねをねこうゴリ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 ってこう吸っていくんだけども、それでもこかしたくなくって、無理くりこう止めようとして怪我してたんですよね。まあバイクが倒れてきた時に、まあ、もちろんバイクが怪我するのも怖いんですけど、まあバイクはね最悪どこか壊れてしまっても直せるんですけど、人間の場合どこか壊れてしまったらすぐ直すとか、まあ、お金払えばどうにかなるとかっていうもんでもないですよね。折れちゃったりとか、まあ、最悪ね複雑に折れちゃったりとかすると、後遺症が残ったりっていうこともあるんですけど、まあ、バイクはなんとかね立ちこけぐらいだったら直せばどうにかなるので、大好きな大事なバイクもねこかしてしまったら怖いんですけど、それより自分の身の安全をこう守ると思ったら、まあ、教習所でいっぱいこけてね、受け身の練習できたのは大きかったかなと思います。なるほど。はい、4つ目は、まあ、真面目な話なんですけど、まあ、本当に厳しいとこだったんですよ。そうよく言えば本当に厳しいとこで、悪く言えばみたいなとこだったんですけど、入れときます。そうです、入れといてください。これは入れといてください。もう完全に下品な言葉使いましたね。なんで厳しくしたのかっていうのが理由が明かされた時っていうのはすごい嬉しかったんですよね。僕教習所ってそうあるべきやなと思ったんですよ。教習所がある意味、まあそれ多分もう精神的にへこまされてるから、へこんでる人たちからするとあーって救われた言葉だと思うんですけど、バーってこう厳しくされて、最後の見極め、全部終わって「はいもうこの先生さようなら、はいもう一生会うことないもう卒検だけや」っていう状態になった時に、最後の最後に、最後ですよ皆さん、最後に今まで行ってきたコース片手で行ってって言われたんですよ。なんでってなって、いやほんまなんででしょ。どういうこと？そもそも片手運転したことないし、で体の使い方、要はそのセルフステアリングですよね、を邪魔しない動きを身につけさせるために最後の最後に片手で運転させられたんですよ。で緊張要は本人的にはほぐしたかったみたいなんですよね。要はこの片手で運転できるんやから本番の両手なんで楽勝やんと。でも言ってくれないんですよ。もう多分ですよ、心の中では頑張れって思ってくれてたと思いたいんですけど、その後に「まあご苦労様でした」と「まあ、今までよく頑張ったと思います」と。でまあ試験ね、まあ、いけるでしょ、まあ、頑張ったらいいと思いますよみたいな。本番雨やからよかったですねって言われたんですよ。いや雨よくないじゃないですかって言ったら、なんでですか？雨やったら急制動の位置も手前で止まることができるし、より気をつけて運転できますよねって言われたんですよ。はいって言って、何のためにハムさんはここに来たんですか、教習所に来たんですかって言われて、めっちゃ喋るんですよその時だけ最後やからお別れの言葉みたいな感じで。なんで教習所で僕たちが教えてると思いますかって言って、それは死なないためですって言われたんですよ。そう、めっちゃ感動して、要は、はいこれでいいですよあれでいいですよってあなた言われて、じゃああなたが行動に出て死んだら僕たちは何のために教習したのかが分からなくなる。でそういう生徒を見てきたって言うんですよ。そうちょっと感動してしまって。なるほどなるほど、確かにそれは感動でしょ。それはすごい僕は嬉しかったこと、これ多分これが一番嬉しかったことですね。はい、まあ、ということで教習所に通っててよかったことの4つ目でございます。はい、じゃあもうね最後5つ目はもうちびさんに。5戦目でございますね。まあね、ハムさんはねかなりハードなところに通っていたので、まあね、良かったこと嬉しかったこともかなりハードな感じにはなってるんですけども、チビはですねめちゃめちゃ優しい先生たちのもと、まあ、ゆっくり成長していったタイプの生徒なので、まあ嬉しかった内容もライトにはなってくるのですが紹介させていただきたいと思います。ですね、私この中型の教習通ってた時なんですけども、
先ほども言いました通り、練習中に最初の頃は56回こけて、中間ぐらいで3回1日こけるようになって、卒検ギリギリでようやっとこけないようになったぐらいの感じやったんですよ。でもちろん課題は一応こなせはするんですけど、体調があんまり良くなかったりとか、私も一応夏中型は教習を受けてたので、めちゃめちゃ暑くて、後半とかしんどくなってきたら、足の力抜けてこけちゃうってこともあったんですけど、卒検ギリギリまでそんな状態やったわけですよね。で、先生も「ちびさん大丈夫やからね、卒検はいつも通り練習してた通りやればできるから落ち着いてやったらいいからね」って、先生私の上がり症もめちゃめちゃ知ってるので「大丈夫大丈夫、ちびさん大丈夫やからね」って「落ち着いていこう」って言われて、いざ卒検ですよね、中型の卒検見ていただいたら多分分かると思うんですけど、直前もめちゃめちゃ緊張してて、バックバクやし、息もちょっと上がってて、最後の卒検に臨んだわけですよね、中型の。でうちの卒検って後ろついてくるんですよ、先生が。最初は歩いてついてきて、4輪のコースに移ったら、先生が車でついてくるんですよね。後ろを追従してくる形でついてくるんですけど、坂道発進の時に後ろから後続車両が来てないかどうか、自分を抜かしにかかってないかどうかをチェックするために、一度止まってこの後方の確認をするんですけども、その時にね、先生と目が合ったんですよ。たら先生が深くね頑張れと、そう、ちびさん大丈夫っていけてるよ、大丈夫、頑張れっていう感じでですね、優しいもう深くうなずいてくださってまして、もうそれですごい勇気もらいましたね。いいですね。いけるかもしれんと思って最後まで試験に臨むことができました。もうそれが一番嬉しかったかな。素晴らしい。はい、でございました。ちびハムツーリング。はい、ということでいかがだったでしょうか。これがですね、ちびとハムの教習所で嬉しかった出来事5選だったんですけども、きっとね、皆様も、教習所で褒められてすごく嬉しかったですとか、素敵な指導をしていただきましたとか、いろいろね嬉しかったことがいっぱいあると思うので、ぜひぜひコメント欄でちびハムに教えていただければなと思います。ということで、私もこんな感じで嬉しいこといっぱいあったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーでした。せーの、バイバーイ。